皆さんこんにちは。今回は待望のリリースとなった PMDG777 について紹介していきたいと思います。現在機体の方は PMDG のホームページの方から購入することができるようになっています。ゲーム内のマーケットプレイスでのリリースは少し先になるとは思うんですが、マーケットプレイスの方からもリリースされる予定です。この777もすでにリリースされている PMDG737 と同様に外部モデルからコックピット、オートパイロットのシステム関係、さらに客室の方も実機を忠実に再現されています。今回は先にダッシュ 300ER のリリースとなりましたが、この後ダッシュ 200ER のリリースもされるということです。はい、それでは早速いろいろ見ていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。はい、それでは早速外部のモデルから見て客室、コックピットと実際に見ていきたいと思います。まずは機体の正面から周辺をぐるっと見回してみたいと思います。機体のモデルの方は本当に実機さながらになっていまして、モデルのディテール、細部まで本当によく特徴を捉えています。このノーズ部分であったり機体の様々な部分には長い時間飛行した汚れや摩耗なども細かく再現されています。またギア周りも見ていきましょう。777のメインギアは6本のタイヤとなっていて、後部のタイヤ2本には大きな機体の軌道を良くするためにノーズギアに連動して左右にステアリングするようになっています。側面の方にはよく見るとメーカーの名前なども記載がありました。ギア周辺の装置もかなり細かく再現されています。またタイヤの劣化具合も再現され、溝がなくなっていく様子も少しずつ再現されます。この辺りも飛びながら機体の一部が消耗していくのも体験できるようになっています。もう一つ外部視点で見ておきたいのが GE90 のエンジンです。かなり強力なエンジンになっていて、大きさはボーイング737の胴体部分と同じことで知られています。後ほどエンジンの方もスタートさせてサウンドも聞いてみたいと思います。それでは早速キャビンの方へ入っていきましょう。キャビンの方では基本構成がビジネスクラスとエコノミークラスになっていて、こちらもかなり細かく再現されています。コックピットの IFE システムをオンにすることでディスプレイの方が表示され、最初はウェルカム画面になり、フライトの様々な段階で表示される種類も変わるということです。以前リリースされた737では実装されなかったシートベルトサインやドアアーミングの再現もあり、こちらに関してはコックピットのインジケーターでも確認ができるようになっています。さらに後方に行きましょう。この機体ではビジネスクラスが2つあり、その後ろにエコノミークラスとなっています。電源など USB も実機同様となっていました。さらにこのキャビンではフライト時のフェーズによって照明が変更されます。今回は昼と夜で比べてみたいと思います。さらに雰囲気の方を上げてくれます。このまま前方のコックピットへ向かいたいと思います。今回のこの777ではコックピットドアの方も開閉できるようになり、窓の方もアニメーションが追加されました。他にも737と同様に肘掛けやサンシェードの方も動作することができます。コックピット正面のサンバイザーは、ちょうど窓のちょっと上ですね。ここをクリックすると表示されます。
またヨークやラダー付近、長年飛んでいる機体のようにスレなどの摩耗も再現されています。次にユニバーサルフライトタブレットを確認していきましょう。777ではアイコンの方が1つ増えていて、737ではなかったグランドオペレーションズというアイコンが追加されています。このグランドコネクションズではグランドパワーのリクエスト、さらにジェットウェイの接続など今まで CDU で操作していたものが EFB で操作できるようになっています。次にこのグランドサービスビークルでは乗客が乗り降りするステアや貨物や地上車両をリクエストできます。次のドアマネジメントページでは名前の通りドアの開閉をコントロールできるようになっています。ドアを閉める場合はジェットウェイや接続している車両などを全て外しておかないとドアを閉めることができません。あらかじめグランドサービスビークルで全てリリースしておきましょう。動作中は黄色になっていて、ドアの方を閉めてアームにすると緑に表示されます。さらにオートマティックグラウンドオプションでは給油のプロセスもあり、フライトプランに基づいた燃料搭載や特定の地上オペレーションを制御できるということです。このあたりはまた別に細かく試してみたいと思います。次のグランドメンテナンスページではタイヤの状況を確認できたり、油圧量やエンジンオイルの量などをチェックできます。それぞれ表示された文字の上にカーソルを置くことで左側の写真にどの部分か表示されます。メンテナンスが必要になってくるとその部分では黄色であったり赤になってきたりします。その場合には油圧を補充できたりタイヤを交換することもできます。タイヤの表示が赤になっているとき、実際に外に出て見てみるとすり減っている再現がされています。またこれまでオートクルーズなども CDU の方から設定ができましたが、この777では EFB の方から操作することができるようになりました。トップオブディセントで一時停止ができる Pause at TOD や操縦している時期の機体のシミュレーションを早めるオートタイムコンプレッションや、シミュレーションの時間を早めるシミュレートの方もこちらから選択できます。今までのように CDU の方からオートクルーズなど設定も可能ですが、今回 EFB の方から操作ができるようになり、あらゆる機能が非常に便利に操作することができます。EFB とパフォーマンスツールの方はこれまでの737と基本的には同じシステムになっています。EFB の中にはですね、737でもおなじみの SIM ブリーフをインポートする画面とウェザーの情報も同じようになっています。さらにナビグラフのページですね。3つ目のジェネラルパフォーマンスでは EFB で表示される距離や高度などのユニット単位の変更をすることができます。パフォーマンスツールの方も737と同じようになっています。さらに便利になった機能もあり、ハンドヘルドといってパフォーマンスなどを入力時に CDU の近くにフライパッドを表示させることができるようになりました。ボーイング777のロゴをクリックすると表示されます。フライパッドを閉じる場合は親指の第一関節あたりがクリックスポットになっています。もしくは元のタブレットの位置をクリックしても消すことができます。また配置についてはもう一つウィンドウマウントもあり、吸盤を使用してタブレットを窓に取り付けるタイプも再現されます。これを表示させるには窓に吸盤の跡のような汚れがついている箇所をクリックすると表示されます。また CDU のセットアップとオプションについて、こちらの方もですね、前回同様パネルステートロードからステータスの方も変更することができます。他にもエアクラフトからエクイプメントページでコールアウトのセッティングであったり、この辺りは今まで通り変更することができます。ディスプレイのページではウェイトユニットの設定やテンパーチャーを可視か摂氏かで選択できるので、こちらの方も合わせて設定しておきましょ
今回の777でも SIM ブリーフは推奨で、使える場合はルートのインポートなどがとても便利になります。今回から SIM ブリーフで算出されたブロックフュエルの値も SIM ブリーフをリクエストする際にインポートされます。SIM ブリーフを使わない場合は FS アクションズのフュエルとペイロードを設定する形になります。フュエルのページではトータルフュエルを入力するか、下のショートレンジ、ミドルレンジ、ロングレンジから飛行距離に応じて設定することもできます。ペイロードのページはパックスとカーゴで分かれたようです。パックス、乗客の人数はクラスごとに入力ができます。他にもペイロードの数値は、右下のセットマックス、セットのランダムパックスと、こちらからもペイロードを入力できます。次にオーバーヘッドパネルを少し見ていきたいと思います。777では737とは大きく変わり、どちらかというと787に近い仕様になります。このオーバーヘッドパネルではサーキットブレーカー以外はほとんどのスイッチがクリックでき、後方のメンテナンスパネルも動作可能になっています。また737や787と少し異なり、管制後方システムは ADIRU となっていて、この777ではスイッチ1つとなっています。さらにディスプレイ関係では787と同様に電子チェックリストとなっていて、項目によってはすでにセットしている項目は自動的にチェックが入ります。続いてエンジンをスタートさせて GE90 のサウンドも聞いていきたいと思います。777ではエンジンを同時にスタートすることも可能ですが、今回ライトエンジンからスタートさせていきます。エンジンスタートスイッチをスタートにしていきましょう。オートスタートなのでエンジンスタートスイッチをスタートにしたらフュエルコントロールスイッチもすぐにランにして問題はありません。それではまず外部視点からエンジンサウンドを聞いてみたいと思います。エンジンの方が安定し、ファンブレードのアニメーションも実機同様素晴らしい再現となっています。続いてレフトエンジンをスタートさせてサウンドを聞いてみます。PMDG はエンジンサウンドだけではなく、スイッチ類やノブであったりその他の効果音なども非常にリアリティあふれるサウンドになっています。またタキシングの方もですね、少し見ていきたいと思います。パーキングブレーキをリリースしてアイドル時から数パーセント出力を上げたところ、割と早めに加速する印象がありました。この辺りは搭載している燃料によっても少し変わってくると思います。またこの機体は非常に長いため、曲がる際は少しオーバーステアリングで曲がる必要があります。個人的にはタキシングが結構難しい印象がありました。また少し感度の方なども調整しながらですね、いろいろ試してみたいと思います。続いて離陸していきたいと思います。
だいたい N150% から 55% ぐらいまで出力を上げ、トガをして離陸していきます。今回の隠しコマンドでは P3D 版の PMDG777 と同じくこのネジの部分をクリックするとトガに入るようになっています。あらかじめジョイスティックやスロットルに割り当てしておくと便利です。はい、それでは離陸していきましょう。トガをプッシュします。はい、スラスト F。スラストセット。ホールド。V1 ローテート。ここでも機体が長いのでテールストライクが起きないように注意しながら機種を上げていきます。はい、ギャップ。マニュアルで操縦している感じはさすが PMDG といった安定感があってとても操縦しやすい感覚はあります。777のフライバイワイヤーのシステムが思う存分楽しめると思います。その他にウェザーレーダーなどはデフォルトのウェザーレーダーの表示を少しいじっているということで MSFS 公式の制約で現段階では実際のようにリアルにするには難しいようです。これまでと同じく機体の周りに雨が降っていることがわかるだけになります。今回新たに発売された PMDG777 をピックアップして紹介してきましたが、また次回の動画でもいろいろ取り上げていきたいと思います。気に入っていただけましたらチャンネル登録をお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。